嵐です。アーティストをしてまして、今東京にあるスタジオにいます。隣でチェーンソーやってるんで大丈夫ですか？これヘリコプター結構通るんですよ。来ちゃった。荷物受け取っていいですか？すいません。使い終わったスケボーを集めて彫刻を作ったり平面の作品を作る仕事をしてます。生まれ育った町っていうのがスケボーのメッカって言われてるようなところだったんで、スケボーやるところいっぱいあったんですよ。気の合う友達がすごい集まって、それからずっとスケボーをしてましたね。このスペースの近くにすごい大きいスケートパークがあって、この町に引っ越してきたって感じですかね。工場を借りてみんなでアーティストでシェアしてるっていうんですよね。生産ラインがこの中にあって、でそれをみんなで取り払ってスケルトンみたいにして作品を作ってたみたいです。上はデザインしたりとか機械直したりとか粉の出ないデスクワークみたいな。スケボーからなんで作品を作んなきゃいけないのかっていうコンセプトをまず考え出した時に、僕らが怪我しない時でもスケボーが割れて僕らのこと助けてくれたりとか、常に傷だらけになっていくじゃないですか。イリストとかもそうなんですけど、我々の痛みを彼らが代わって受け入れてくれてるっていうか、神様の像みたいなの偶像っていうシリーズはスケボーから作るようになりました。今まで集めてた壊れたブリキのおもちゃを全部直したんですよ、動くように。70年前の職人さんが作ったものを今直すってすごい面白いことなんですよね。ソフビの工場もすごい多かったんですよ。スタジオシェアしてる友達もソフビの原型作る人なんで、それで僕もソフビ作るようになったっていうきっかけがあって、万歳してるのばっか作りたい時があったんですよね。びっくりするじゃないですか。みんな万歳してるじゃんみたいな、テンション上がるかなっていうか。ここはアーティストだけじゃなくって夜働いてる人とかもいるんですよ。物を作るっていうことだけで食べてるわけじゃなかったりするんですよね。みんなアーティストって言葉とかアートを作るっていうことにこだわるけど、やっぱり物を作るっていうことをすごい大事にしてるから、好きなことをやりに来てるっていう場所ですかね。何かを作る発想とかってやっぱり自分の環境から生まれてくると思うんですよ。何にもない部屋からデザインを描く人ってすごいいると思うんですよね。でも僕はもう全然違くて、本当もうごっちゃごちゃにものがあってほしいんですよ。どこ向いても好きなオブジェとかそういうのがある方がいいものが作れると思ってます。モシピットっていうシリーズは本来捨てられちゃう部分を全部取ってあるんで、それでパッチワークにしてるんですよね。捨てられない僕とごちゃごちゃした状況をすごい表してると思うんで、一番この工場っぽい作品だなと思ってます。この工場、僕以外の要素何にもないんで作品の一部って言っても過言はないと思います。東京で作ってる時のメリットっていうのは中心に近いからいろんなイベントに行きやすいとかいろんなこともあるんですけど、とても広いスペースやっぱ借りれないんで、スペースが広いと発想も広くなると思うんですよね。今に至るまでで多分すごい世界って変わったと思うんですよね。インスタグラムとかフェイスブックとか、YouTube とか簡単に世界とつながれるようにもうなってるんで、どこにいなきゃいけないとかっていうのは実はもうそんなに重要じゃない気がするんですよ。自分が作ってて気持ちのいい場所でよりいいものを作っていくっていうのが大事だと思ってます。